そもそもこの世界があるから苦悩するのですよ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブなチャンネルようこそということでね。さあ始まりました。今日はね、なんか月1企画になっちゃってますけれども、そうね、やる気がない世界を滅ぼすチャンネル、底辺労働者おじが眉毛を整える第4弾ということでね、しながら眉毛をね、いろいろカット、いろいろ整えながらね、雑談をしていこうかなと思ってます。はい。そうですね。では、最初の状態がこんな感じですよ、皆さん。ね。わかりますかね。最初の状態こんな感じですよ。じゃあ行きましょうね。そう。あまりに集中するためにね、話さないことも多々ありますけれどもね。まあね、くだらない話をね、していこうと思いますね。まずね、皆さんオリンピック見てましたか？そう。まあオリンピックの前にですよ。ね、このとんでもないね、暑さの中労働をするというね、それがダメだと思うんですよ。そうね、なんかこの間 YouTube 見てたらですよ、江戸時代の人は夏の暑い日は労働をしなかったって言ってましたよ。労働が休みになってたって、ね、暑い日は仕事をしなかったってね、専門家の方が言ってました。合理的ですね。とても合理的だと思いますね。戻るべきだと思います。その通りね。そういう人たちはどうしてたか。江戸時代の人はこうね、早朝の涼しい時間にね、数時間労働をして日が昇りきったら暑いので休んでいたということですよ。合理的ですね。合理的。もうね、労働に行きたくなくてしょうがないですけれどもね。嫌ですね。皆さん労働行ってますか？まさかね、人生50、いや、60、70、80、ね、人生ね、こう、おじさんなんていうね、または老人と化する、そういうね、人生の最終盤にいろいろありますね。人によっては40代、30代でしょうけど、なんかこう、人生のクライマックスにおいてですよ、まさかね、無職になるのが、働かないのが、労働しないのが夢というかね、希望になるとはね、小学生の夏休みにね、いっぱいはしゃいでいた男としては信じられないですよね。皆さんも同じじゃないですかね。小学生の頃の自分に謝りたいですよね。そう労働なんかねするんじゃなかった。大体あれですよね。
奴隷教育が始まるのって中学生ぐらいなんじゃないですかね。やっぱりさすがに小学生はある程度許されてるところがありますよね。まあね、子供時代を美化したくはないですけれどもね。子供時代は子供時代で、じゃあ戻りたいかと言われればね、楽しい日には戻りたいけれど、日々のね生活においてはね、やっぱりね、親ガチャが効いてきますからね。貧困とかね、いろんな事情でね、何せネズミに足をかじられるようなね、寝ている時にね、そんな貧困家庭で育ちましたから、そう、あんまりいいとは言えませんよね。そう冒頭申し上げたようにね、やっぱりこの世界が存在して、そこに生まれてくるから苦悩が始まって、そして人生も終わろうとするこのおっさんの中で、おっさんの時代に、ね、なってね、もういいんじゃないかとね。若い頃とかね、最近のおじさん生活までいろいろ苦しんできたこととか悩み事だとかね、ほとんどが金銭と人間関係と、または何でしょうね、病気だったり、いろんな恐怖だったり災害だったりね、いろんなことの心配をしてきたことはもうね、もうあとは死ぬだけとなればなんか無駄でしたよね。そう、無駄だったなって思うわけです。ちなみにそうね、最近もトラウマについての動画を上げましたけど、また今日あれですよ、トラウマな夢を見ましてね。今日はね、前回よりも重くないライトな軽めだったんでね、そんなダメージはないですけれどもね。そもそもトラウマもですよ、生まれてこなければなかったわけです。そう、ね、生まれてきてもいいけれども、ね、ほとんどの人間は奴隷としてのね人生を歩むわけですからね。奴隷としての教育を施されるわけですから、それは辛いですよね。そう、奴隷で思い出しましたよ。ほらね、フランスオリンピック見てましたか皆さんね。しかも人種的にですよね、フランスオリンピックを見た人たち、いろんなね誤審騒動だったりいっぱいありましたね。差別ですよね。黄色人種っていうものが下に見られているからですよね。ついさっきもユーロスポーツの、ね、オリンピック良かったねっていう画像にね、アジア人が一人も載ってない。正確に言えばね、射撃の韓国人が一人、女性がね一人乗ってたんですけども、ちっちゃく、それ以外はもうみんな、ね、黒人白人ね、ヨーロッパ以外のアメリカね、中東南米ね、アジアだけが除外されているというね。金メダル数トップの中国人ですら一人も載ってない画像がね貼られてましたけど、ね、ユーロスポーツって言えばね、あれですよね、アメリカにおける ESPN みたいなね、あらゆるスポーツを扱っているヨーロッパの名門テレビ局っていうかメディアですよね。それがフランスオリンピックのさまざまなシーンというか人物をより集めた画像で
アジア人を排除するというね、信じられない差別ですよね。誤診とかももうほとんど差別ですよね。そう、ね、先ほどね、小学生の頃の自分をねに戻れるか戻れないかみたいなね話をねしてましたけど、そう、次回がロスオリンピックなんですね。前回のロスオリンピック1984年ね、私子供でしたよ。そうね、あの時代に差別なんていうことは全く頭になかったですけれども、あの時代まだまだ競技ごとにおいて差別がたくさんあったということを最近知りましてね。そう、80年代でもあったのかっていうのをすごくね、僕が子供の頃ですらまだあったんだなって思ってたらね、まだね、そう、パリオリンピックでも差別されてたねっていうね。フランスがあれぐらいなんかね、ポリコレとかね、ポリティカルコレクトネス、ね、政治的配慮ですかね。ポリティカルコレクトネスとかね、LGBTQ クイアとかね、言っておきながら、ジェンダー社会言っておきながらね、そう、差別爆盛りでしたね。一つ心配なのが、僕のね知り合いのエイトがフランスに行ったっていう話を前にね、動画でちゃんと写真付きであげましたけれども、エイトがねインスタを更新しないんですね。ストーリー行って1ヶ月ぐらいストーリーとかガンガン開けてたのに全く更新しながらね、差別を受けて苦しんでるんじゃないかと心配です。そうね、まあね、いろいろありますよね。そう、フワちゃん騒動とかありましたね。そう、ね、発達障害ですよね。フワちゃんは発達障害なんだけれどもね、私が発達障害、まあこれはいさまざまな種類の外耳に言えることですけれど、あれなんですよね。ムカつく外耳とムカつかない外耳がいるわけですよ。やっぱりそれはこの少年根本が善であるか、つまり少年がいいやつで外耳であるのか、少年が悪いやつで外耳であるのかって、この2種類ですよね。2種類。フワちゃんはね、発達障害なんですよ。間違いなくね。昔僕の労働場にいた岡田君っていうね、僕の動画でもたびたび出てくる面白い発達障害の子がいて、岡田君の顔にね似てるんですよ、フワちゃんはね。そうで、岡田君はあれじゃないですか、もろ発達障害ですからね。もろももろですけれど、岡田君はね根がいいやつだから、そんなに周りはすごいムカついてたけれども、僕はそんなにムカつかなかったの。根がいいやつだからね。フワちゃんは根が悪いやつなんですよね。飛行機内での態度の悪さね、そう、スチュワーデスさん、つまり今でいうキャビンアテンダントに対するね非常に悪い態度とかね暴露されてましたけれど、この騒動の前にね、絶対根が悪いやつだなと思ってましたけど、やっぱり悪いやつですよね。そうだから発達障害をなんかね一緒にするなみたいな話もありますけど、発達障害は発達障害なんですよね。そこは認めないといけない。ただね、やっぱりいいやつが発達障害のケースと悪いやつが発達障害のケースがあるみたいなところがありますよね。
犯罪を犯すやつにも少年はいいんだけど、もう社会常識とか知能が足りてないから犯罪を犯すいいやつと、ね、最初から悪知恵があって少年が悪くて犯罪を犯す悪いやつの悪いやつっていうやつがいますよね。それと同じだと思うんですよね。少年が少年がいいのか悪いのかってことですよね。だから一緒に発達障害で一緒にするなっていう議論は当たらないですよね。身体障害者が聖者みたいなイメージがあったりとかしますけど、そんなことないじゃないですか。ね、いいやつもいれば悪いやつもいますからね。そこはしっかりと叱っていかないといけないんじゃないのかなと思いますけれどもね。叱るなりね、社会的な全てをね奪い去るなりねして、そう僕はよく言いますけど、人というのはね、復讐を考えるとき絶対反省しないんですよね。反省しないから僕は復讐するべきだ、ね、人を許すべきではない、憎しみは大切だって言うんですけれどもね、よく言うんですけれどね、人は反省、悪いやつは特にそうですけど、悪いやつは反省はしませんけれども後悔はするんですよ。人間って誰でも後悔はするんですよ。余計なことをやってしまったがゆえにね、財産とか信用とかね、または労働とかを失うわけですからね。だから後悔させてやるっていうことは大切なんです。とってもね。だって反省しないんですから、そういう悪いやつらはね。悪いやつらは反省なんかしませんよ。そう、謝罪とかしても絶対反省はしないから、やっぱ後悔させてやるべきなんですよね。目ん玉をくり抜いてやるとかね。そう後悔をさせてやるね。そうアシッドアタックしてやるとかね。悪いことをしたら痛い目にあるんだだけじゃなくね、人生を失うんだよっていうことですよね。そうして初めてね、後悔が深くなればひょっとすると反省するかもしれない。まあ少なくとも後悔してね、人生に絶望を味わわせることができるわけですからね。周りの人は十分ね、絶望してみたりね、迷惑を被ってるわけですから。だからね、フワちゃん問題はね、元の性格の問題ですね。そういうのは良くないよとね。そういうことをしてると人生を失うよっていうことを周りが叱ってやってこれなかったっていうことですよね。根本的な問題はね。そう、あとあれですね、男が臭いって言ってね、炎上したなんかね、フリーのどうでもいい知らないようなねアナウンサーもあれも炎上してましたね。そう、あんな程度でね、仕事を失ったり、まあ僕は仕事とは言いませんけどね、労働を失ったりね、お金を失ったり地位を失ったりする世の中が怖くなりましたね。そう、世の中怖くなりました。でもあれもね、炎上しそうな SNS で発信しているからですよね。そう、私みたいなね弱小の YouTuber だったらね、非常にね際どいことも言ってますよ。炎上しそうなね男と女ねの問題に関してもね、弱男弱女は醜い結合をするべきであるみたいなねことも言ってますからね。
炎上してもおかしくない。全く炎上しませんね。そう。YouTube は無視されますからね。いいと思いますね。いいですよ、やっぱりね。何しろあれですからね。反社会的なことの活動じゃないですからね。このチャンネルはね。反世界ですからね。そう、宇宙も全部含めた上でのこのね、三次元的なね、もう全てのこの世界、反世界を歌ってますからね。アンチワールドですから、ね、この世界を滅ぼすことがね、本当の意味での人類の最終的な幸せなんじゃないのかというね。そう、世界を滅ぼすって言ってるんですけどね、多分そう、全人類をね、皆殺しにするって言ってるんですから、こんなね、危ないチャンネルは他にないと思うんですけどね。全く炎上しませんね。残念ですね。そう、不思議ですよね。反日本じゃないんですもんね。反日じゃないんですもんね。そう、反世界ですからね。反世界って言ってるのに、すいません。アレルギーでね、鼻がね、痒くなることが、突然アレルギー症状が現れる。そう、反世界って言ってるのにね、誰も文句言いに来ないですね。アンチすらいないというね、恐ろしいことですね。一番のこの世界の一番の悪のチャンネルがこのチャンネルなのにね、みんな無視するんですよ。アンチワールドって言ってるのにね、人類は滅んだ方がいいって言ってるのにね、いの一番に世界中からね、なんて言うんでしょうね、長距離ミサイルが私のね、この冷え冷えとした空間に飛んでこないといけないはずなんですけれどもね。そう、世界中の暗殺者が僕が一歩ね、外に出たらもうすぐ刺してきたりね、こうね、ライフルで狙い撃ちをしないといけないぐらいのね、反社会じゃなくてアンチワールドなヒューマンなのにね、人間なのにね、誰も襲ってきませんよ。ね、悲しいです。本当のことを言うとね、人類って面白いですね。本当のことを言ったりとか、本当にこう正論をぶちまかすとね、黙るんですね。なんででしょうね。つまりこの薄汚いゲームをこうね、したいんでしょうね。そう、懸命な視聴者の皆さん、私のね、懸命な視聴者の皆さんね、こんなゲームはしたくないよと、こんなゲームはぶち壊すべきだと賛同していらっしゃると思いますけれども、もうね、その通りなんですよ。みんなね、うだね、なんかこうくだらない問題をね、なんて言うんでしょう、戦争だとか少子化だとか、なんかね、くだらない芸能ゴシップだったりとかね、炎上だったりとかね、または日々のね、生活におけるなんか様々な問題とかね、こう悩んだり苦しんだり、そうしてますけれどもね、この世界がなくなればいいじゃないですか。そしたらね、これから生まれてくる人だったり、まだまだ若い子たちがね、もうなんか最悪なね、我々が経験してきたようなね、辛い思いをすることはないんですから、っていう話をするとね、みんな黙り込むんですね。黙り込むんですね。ね、あ
ああ、聞こえない、聞こえないってなるんですね。聞こえてんだろって話なんですよね。嘘を言っちゃいけない。聞こえてんだろ。この世界を滅ぼせばいいじゃない。ね、そう。うだうだ言ってないで、ね、みんな苦しむんだから、こういう世界やめようよ。ね、滅びようよ。それが、そう、来たるまだ生まれていない人類、連綿と続くであろう人類に対する一番のね、良い行いなんじゃないですかというね、そう100マイルド直球を投げるとね、みんな黙り込むんですね。そう、不可能なことじゃないですよ。不可能なことじゃない。幸い我々にはね、核兵器だったりいろんな毒物質が世界中にありますからね。そう、ソクラテスのようにね、毒人参のドリンクを応用として飲み干すっていうね、そういう人類の態度があってしかるべきなんじゃないですかね。そう、往生際が悪いんですよね、人類はね。もう破綻してるじゃないですか、そう、破綻してるんですよ。もう勘弁してくださいよ。もう、オリンピックを見てもね、戦争を見てもね、やっぱり差別なんてなくならないなっていうことが今回よく分かっていただけたと思いますけれどもね。そうなんですよ。あとなんだろう。そう。あとくだらない話題としては、そう、大谷翔平がね、ロサンゼルスドジャースにね、そう、彼とは私個人的にね提携してスポンサー契約してるんですけれどもね、またスランプに陥ってね、そして陥るだけではなく勝負どころで全く打てないと。1試合で4回も得点圏に打席が回ってきてね、ことごとく凡退するというね試合をしてましたけれども、チャンスに弱いってね、はっきり大谷翔平のねメジャーに来てからの6年間を見てればね、誰だって分かるのにね、にわかの信者たちがね、大谷の動画とかに僕がそれを書くとですよ、大谷は勝負弱いんだからってね、そんなに期待しちゃダメだみたいなことをね、または僕のねこの髪の毛をね、大谷翔平がサヨナラホームランを打ったら切るってね、周りにも言ってるんですけれどもね、なんかね、お前はもう終わったなみたいなね、ああもう切るしかないねみたいなね、もう全然大丈夫ですからね、そういうことを周りに言われるんですけど、絶対打たないですからね、あと 1,2 年は確実に大丈夫ですからね。でもね、この間サヨナラの場面でね、大谷翔平の打席が回ってきて、ここでサヨナラホームラン打たれたら俺は坊主にしないといけないなと思って、ね、非常にねドキドキしたんですけれどもね、案の定打てなくてね安心しましたけれどもね、そんなビビることはないんですよ。絶対打たないんですから。すごいね、ボロカスに大谷翔平関連の動画にコメント書くとね、 YouTube でボロカスに今まですごい言われてましたよね。
僕は日々言ってるでしょ。宗教的な信者になるなってね。そう、あいつら信者ですからね。競争をね、少しでも批判されるとね、僕は批判してないですよ。スポンサー契約してるぐらいね、もう浸水しているぐらいちゃんとね、大好きですからね。大谷のことはね。ありえない素晴らしいね、バッターであり、二刀流なんて考えられないぐらい素晴らしいことだと。分かりきってます。その上ででもチャンスには弱いよねと。そうで今年もね、そんなリハビリ中なんだから、そう三冠王とか MVP とかね、ホームラン50本とかそんなありえるわけがないよっていうことをしっかりと言ってる。まあ叩かれますね。やっと信者たちも気づいてきたんじゃないのかなと思います。本当信者たちはムカつきますね。予言でも何でもないですよね。ずっと見てりゃ分かることですよ。まあね、まあ私はこれでもね、まあね、ずっと野球やってきてね、そう野球に詳しいし見てきましたから別にね、まあある意味専門家ですから、まあ、ね、彼らが分からないのはしょうがないですけどね。宗教的に信じるやつらは本当愚かですね。そんな連中を信じるねエネルギーがあるんなら、私のねチャンネルを支持していただいて、私は常にね、絶望する人、している人ね、不安でたまらない人、悲しみに打ちひしがれている人、全くもって無意味に落ち込んでいる人、ね、そういう人生において全ての悲しみに暮れている、苦しんでいる、絶望に瀕している、そういう人と共にね、いつもいますっていうことを言ってますからね。よっぽどそっちをね信じるというか、まあ信じるも信じないもあなた次第っていうか、僕はねそういう人たちと寄り添っていきたい。そういう人たちの隣に必ずいますからね。そう、ネガティブマンは必ずいます。そう、何の力にもなれませんけれどもね、そういつもネガティブマンが隣にいてね、肩を抱いて、もう大丈夫だよと、大丈夫じゃないけど心配することはないよ、ね、心配だろうけどっていう話を常にね寄り添ってね、そう、俺も同じぐらい苦しむし、心配しているし、悲しんでいるし、絶望しているよというね、常に寄り添ってますから。そうね、これをご覧の皆さんもね、苦しい時にはね、ネガティブマンというね、そうアンチワールド、世界は滅ぼすべきであると主張してやまない男がね、常に寄り添っているということをね、忘れないでいただきたい。そう、大丈夫です。私がね寄り添っていますからね。そっちの方がよっぽどね真実味があります。だって寄り添っているって言ってるのは私が言ってるんですからね。寄り添いますよって言ってるんですからね。嘘つきなね、詐欺師的な、競争的なね、詐欺師的な連中ね、宗教家よりもよっぽど優しいですよ、言ってるんですからね。デビルマンみたいにね呼べば来てくれるかっていうと怪しいですけど、まあ、常にそっと寄り添っているということだけは確実です。ネガティブマン、ウルトラマン、デビルマン、ネガティブマンみたいなね、そう三段活用でね、何の役にも立たないけれども常にね
困り果てていてうんざりして、ね、またはそうですね、逆に怒り狂ってね、ムカついてしょうがねえっていう人のね、そばにも必ずいますからね。そう、あなたが憎しみの炎で燃えている時、ネガティブマンは必ずそばにいますよ。そう、おうおう、その通りだって言ってます。そうですね。私最近ね、いろいろ人生に悩んでたんですけれども、あれなんですよね、 A か B かっていう悩みはそんなに悩まなくて済むんですよ。甲乙つけがたい、どっちもダメだなとか、どっちもいいな、でもやらなきゃいけないみたいなね、 A か B かっていうそういう選択はね、簡単なんですよ。そう、それは大体ね、自分の欲に引っ張られますから、自分の本音の欲の反対をいけばいいんですね。つまり私は分かりやすい言葉で言うと、最悪を選ぶようにしているんです。 A か B、 どっちがダメな感じかなって思って自分の心に通ってみて、本当は A がやりたいけれどもって思う時は B ですよね。そう、自分の欲望っていうのはね、大体破滅につながってるんですよね。そう、私の経験上ね、大体間違ってるんです。欲望を排除するためにも A か B かで迷ったらね、自分にとってこう嫌な方、ダメな方、最悪な方を選ぶようにしてます。これに気づいてからね、素晴らしいことだらけだと思いますよ、ね、少なくともね、大体ね、 A か B かで迷ったらどっちを取ってもね、大した差はないんですよ。ただね、そうは言ってもやっぱり迷うわけですからね、そうすればね、最悪な方を選べばね、どっちか最悪な方を選べばって決めておけばね、そうね、大谷もね、そうね、速球を待って高めを振らないようにこう自分で基準を決めておけばね、簡単な話なんですよね。そうね、合理的にいかないといけませんね。っていう話。いや、そういう悩みはいいんですけどね、迷いはいいんですけどね、なんかいいアイデアが浮かばなかったりとか、人生の進路っていうものにね、いろいろ迷う時ってあるじゃないですか。それが困るわけですよね。なんかこういいアイデアも出ないし、やる気も出ないしっていう、そういう悩みはね、深いですよね。深い。まあそういう時もね、手がないわけではないんですけれどもね、私が採用してるのは、まあ人生最後、今日が最後だとすればっていうことですよね。まさは明日が最後であるのならばっていうふうに思えばね、
そうなんかこういろんなしがらみは少なくとも除外できるわけじゃないですか。誰かに気を使ってみたりとかね、お金の心配をしてみたりみたいな、そういうなんていう判断材料に迷ったりとかね、こう自分の生きる道みたいなところだったりアイデアみたいなところをこう妨害してくるね欲望だったりしがらみは排除できるんじゃないのかな、ね、あと1週間しか命がないと思ったらばね、少しはねいいアイデアがね浮かびがちなんじゃないのかなと思うんですけど、まあそれでもね大した効果はないですけれどもね、皆さんやってみてくださいよ。そうね、フランスのね有名なことわざにもあるじゃないですか。メメントモリ、死を思えってことですよ、ね、1ヶ月後にする、またはあと1年しかそう命がないとすれば、自分は何がやりたいのかな、何をまず優先順位として上げなきゃいけないのかなとなるとね、こういろいろなこうね余計なやらないことだったりやんなきゃいけないことだったりが見えてくると思うんですよね。長期的なビジョンを作る上でも逆にね短期的ビジョンで見た方がいいんじゃないのかっていうこともありますからね。死を思え、メメントモリ、死を思えね。やっぱ死を思うときにね、やっぱり結構正しいアイディアが浮かんでくるんじゃないのかな。それで思い出しましたけどね、私もなんて言うんでしょう、6月ぐらいからずっとね、まあ他の動画でも言ってきましたけれども、旅がしたいなと。身近なところでいいから、関東圏だけでもいいからとか思ってたんですけどね、まあね、暑いのが嫌いだし、ね、こう、暑い中の労働でね、気力ややる気を失ってね、またはね、こう、今なんて観光シーズンですからね、なんかどこ行ってもね、外国人だったりとかね、日本人だったり、国内旅行とかね、なんか野宿するしかないんじゃないかみたいなね、もういろいろ悩んでたんですけれどもね、お金の問題もありますしね、先行き不透明ですから無駄遣いしていいのかとかね、この後に及んで悩んでたんですけれどもね、悩んで苦しんでたんですけれども、最終的にはね、もういいんじゃないのかなと。去年の人生初めてぐらいのね、2泊3日の旅行でもう打ち止めでいいんじゃないのか。もう二度と旅行しないっていうね、ちょっと半分切れながら思ったりしたんですよね。半分切れながらね、もうね、年齢的にもね、気力体力もお金の問題に関してもね、あと時間の問題ですよね。これも労働のせいですけれども、いろんな意味でやっぱり旅行って一番贅沢なんですよね、人間にとってね。全く無意味な旅行、これイベントとかってあるじゃないですか。なんか自分の好きなことをやってみたりとかね、だからこそイベントなわけで、なんか目的がね、例えばなんか何でもいいですよ。なんて言うんでしょう、野球の試合を見に行くとかね、あるじゃないですか。誰かのコンサートに行くとかね、または自分自身ね、アクティビティ的なね、登山をする、何々山に登るためとかね、あるじゃないですか。
そういう、また温泉、何々温泉に行きたいからここに行きたいみたいなね、そうじゃなくて、全く私のようにこうね、単に行ったことがないからっていう意味合いにおいてね、そうどうでもいいような観光地を巡ってみたりとかっていう、そういうどうでもいい全く無意味な旅行っていうのがもう多分ね、人間の中で一番最大の贅沢なんじゃないですかね。お金がかかりますしね、旅行ってね。そう時間もたっぷり取らないといけませんしね。そうっていうことで悩んでたんですが、もうね、切れ気味にね、もう旅行はしない、もうそう我が人生は失敗したと、旅行はしないぞというね、半分切れながらね、最近そう思ってるんですけどもね、めんどくさい。そう。しかも旅行ってね、全く目的のない旅行ってもうやる気とか気力とかね、なんて言うんでしょう、興味本位の気持ちですからね、やっぱりこれはなかなかの気力がないとね、完遂できませんよね。もう狂ったような気持ちでいかないと楽しめないですしね。だもんでね、もう私も死期がね、死ぬ時期が近いですから、どういう形で死ぬのか分かりませんけれどもね、もうね、のんきに旅行している場合でもないのかな。そういろんなものを処分してね、そう身軽になってね、いつ死んでもいい、そういう時間に当てた方がいいのかなみたいなね、そんな感じでね。そうだからね、旅行っていうのはね、むしろ貧乏な青年時代、まあ僕なんかずっと貧乏ですけれども、もっとね、時間と気力と体力がある時期に貧乏旅行でね、日本国内世界を見て回るのがね、一番いいんですよね、旅行に関してはね。見聞も広がりますしね、いいことだらけですよね。そういう青春を送るべきだったのに、僕はね、そうやたら女の尻を追いかけたりとかね、そう中途半端にねモテたりとかして、いや本当に良くなかったです。それはね、反省をしないといけないな。やっぱりね、いろいろ見て回りたかったですね。うん、だいぶ、まあね、そうだ、よいしょ。割と何度も言ってますけれども、あれですよね、皆さんこういう雑談もそうだし、何か私にね、世界を滅ぼすもの、ネガティブマンに何かね、語ってほしい、なんて言うんでしょう、まあ時事問題でもいいですし、何でもね、無理難題をふっかけてほしいなと思うんですよね。答えにくいことでも答えますよ。いや、僕のプライベートの問題はあれですけどね、なんか
世界中で起きているいろいろなね、または人間とは何ぞやみたいなことをね、もっとそうね、このコメント欄にね、書いてね、何かこうリクエストがあればね、あれですよ、その問題について語りますよ。無理やりね、無理やり。いや、失敗したじゃないですか。失敗したじゃないですか。失敗しましたね、眉毛のね。眉毛を切るのを失敗しましたね。めちゃめちゃ今ね、眉毛の長さをね調整する過程において非常に失敗しておりますよ。面白いですね。難しいな。ガタガタになっちゃう。でもそんなでもないか。
あ、そんなに悪い感じでもないか。なんだこれ。ああ、失敗しちゃいましたね。いやー、失敗したじゃないですか。やればやるほど失敗しましたね。まずい薄いマヨになっちゃう。いや失敗した。あるあるですよね。やりすぎてちょうどいいところで止めておけばいいのに。
これ以上やるとろくなことにはならなそうなので、今日はこれにてね、そう結果どうだったのかね、この眉毛さあ出来上がりましたよ皆さん。どうでしょう、ね、めちゃめちゃ失敗しましたね。そう失敗です。第4弾にして眉毛を整える底辺労働おじ眉毛を整える第4弾、なんと最後の最後眉毛のね長さを揃える時にこう失敗をして、そう全体的に薄くなっちゃったというね大失敗を犯してしまいましたということでね、もうグダグダな眉になっておりますね。これもこういう失敗で嫌な思いをするのもこの世界があるからですよね。世界なんてなければね一切こんなことにね悩む必要もね苦しむ必要もないんですから、ね、ということでね最後言葉を失ってしまいましたけれどもね、動揺からです。ということでね、明日にも今日にも世界が滅びますように。ご清聴ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。世界を滅ぼす励みになります。皆さんどしどしリクエストご批判はたまた意見どしどしねこのネガティブマンチャンネルまでお寄せください。ありがとうございました。ネガティブマンでした。